これは泣けるって。さて、ボルト105話読みましたでしょうか？彼らの復活やあの子とあの子の和解、そしてライバル宣言、そしてあのキャラの待望の再登場。さらにあいつの第2部初登場。そして、ボルトの衝撃の提案などなど、感動的で衝撃的。そんな展開でした。今回はそんな105話について物語を紐解きつつ、徹底考察していきます。またこの動画はボルト105話を読んだ方向けの動画なので、まだご覧になっていない方はここで動画を閉じてください。では行きましょう。105話のタイトルは、あの子たちに。前回104話では、砂隠れ編とジュラ VS ボルトカワキが集結し、萌木と新規のトゲ玉を無事に持って帰れるのか否か、そして萌木や新規は解放されるのか、まずは今回のストーリーを紐解いていきましょう。今回冒頭は、このハマルたちが萌木の前に到着したシーンから描かれました。砂隠れからこの葉隠れへ、ボルトの飛来心で飛ぶ様子、そして萌木の元に向かう描写はカットされていましたね。ここに移動するまでにもう一悶着あるのではないかと思っていましたが、取り越し苦労だったみたいです。そして祭りのトゲ玉のおかげで萌木が無事に復活。その直後萌木は目を覚まし、このハマルが抱きしめるというですね、感動的シーンが描かれることとなりました。さらにアラヤが持ち帰ったトゲ玉により新規も復活し、新規の封印術で捕まっていたガーラも意識は戻っていないものの解放されました。こちらもさらっとですが、萌木の解放シーンにイノジンが描かれていましたね。103話で描かれた家臣孤児の実法の断片にはイノジンっぽい人物がいましたが、ストーリーにてイノジンがジュラの一撃から無事に一命を取り留めたことも分かりましたね。今回気になったキャラクターが解放されるシーンが初めて描かれたわけですが、そのシーンを詳しく見てみましょう。まず一つ目に、トゲ玉を木に刺すことで木がトゲ玉を吸収。二つ目に、煙のようなものが発生。最後、木がバラバラになることで解放という流れでした。一つ目、トゲ玉を木が吸収するシーンなんですが、トゲ玉の目のような部分と足の部分だけ浮かび上がることで、太陽のようなマークにも見えますよ。太陽といえば、美月にとってのボルトだったり、そしてサラダの万華鏡車輪眼の模様だったり、ボルトでもいくつか関連付けられている概念です。一方、エイダの千里眼は三日月のような模様ですし、5巻収録の池本先生の Q&A では、エイダやデイモンが宇宙モチーフであることも語られています。この太陽と天体の対比がもしかしたら今後重要になってくるかもしれません。また解放された萌木ですが、桜先生の診断によるとどうやらチャクラの流れが滞っているようです。桜はその原因が木に力を吸われていたことと分析していますが、果たしてどうなのでしょうか。萌木は真珠に捕まったことで真珠の影響を受け、そのチャクラ性質に何らかの変化が生じている可能性もあり、萌木と新規の今後についてもまだまだ目は離せません。そして萌木の病室で再会したサラダとスミレ。サラダがスミレを呼び出し、2巻85話でサラダがボルトに抱きついた場所でお話しすることになり、ここでついにサラダとスミレの和解とライバル宣言が描かれることとなります。いつまで委員長なの？私。4巻96話でスミレが発言したこのセリフを受け、サラダはスミレと彼女の名前を呼ぶんですよ。内容もさることながら、ここの構図がとてもいいですよね。左斜め後ろのアングルから2人を映し出すその構図が、2人の複雑な心境、勇気の現れなんかを表現しているような気がしました。さあそこでついにサラダが自分の思いを言葉にしました。5巻19話でスミレに、ボルトのことどう思う？と問いかけられたサラダ。その時は本当にボルトのことは気にしていなかったと。でもその後、大筒桃式の器という運命を背負い、一度は命を落としてしまったボルトのことを無意識に考えていた。そして今回の戦いで、淀の言葉をきっかけに自分の気持ちに蓋をすることをやめ素直になった。私もボルトが好き。流戦ではその思いの解放とともに万華鏡車輪眼を覚醒。内派一族というのはいわば負の感情をエネルギーに変えるような特性を持っていますが、サラダは逆にボルトを守りたいという気持ち。つまり愛や思いがエネルギーになっているわけです。新時代の内派一族という感じがして感慨深いものがありますね。さあそしてサラダとスミレは手をつないで和解を果たし、長いこと描かれてきた二人の確執は一旦ここで終止符を打つこととなりました。そして場面は変わり渦巻亭。前述の池本先生の Q&A で、ひまわりが渦巻亭で一人で暮らしていることが分かりましたが、原作で初めて描かれることとなります。ひまわりはジュラの攻撃で服が破れてしまったため、クラマのような模様をこしらえた衣装に衣替え。精神世界でクラマと戦闘訓練を行っていました。美獣の化身として意識を変えろと手ほどきを行うクラマは、その理解が遅いひまわりに対し、やれやれと言わんばかりの
態度を見せ訓練は終了します。そしてその妹の様子を眺めるボルトも自身の精神世界に入ります。ボルトの精神世界ってことはつまり、そう。そこで現れたのはなんと大筒木桃式でした。いやー、ついに桃ちゃんが第2部で初登場を飾り、20巻80話ぶり、期間にして実に2年ぶりの再登場を果たします。桃ちゃんが鳴りを潜める理由、意図が謎に包まれていましたが、今回の描写を見る限りシンプルに失意の底にいたみたいですね。以前のようにボルトの精神支配もできなくなっているみたいですが、じゃあボルトのカーマの暴走は一体何なのでしょうか。カーマはモモちゃんのバックアップファイルですから、モモちゃんの意識とともにカーマが動きそうなものです。しかしモモちゃんは失意の底。もしかするとこのカーマの暴走はモモちゃんの件とは別であって、例えば芝居なんかが絡んでくる理由にも繋がってくるのでしょうか。そしてそんなボルトがモモちゃんに力を貸してくれと頼み、その条件にジュラを倒したら体をすべてモモちゃんに渡すという衝撃の交渉を持ちかけました。ひまわりが内なるクラマと対話しているのと同様、ボルトも内なるモモちゃんと対話するという対比も描かれ、さらに両者はその力の一端をも得ようとしている。そんなことを知る由もなく、サラダスミレの他愛のない恋バナで105話は終了。萌木と新規が木から解放され、そしてサラダスミレの確執が解けた一方、ひまわりとクラマー、ボルトとモモちゃんというペアのつながりが生まれた105話。今回105話についての考察は、恋を描く理由、鹿丸の処遇と今後、ひまわりの戦闘スタイル、ボルトの提案の意図、ボルトの能力です。今回19ページ、およそ1話の半分のページにわたり、サラダとスミレのやりとりが描かれました。しかし、バトルものの少年漫画としては、1話の約半分を恋愛模様に当てるのは個人的にやりすぎというか、若干違和感を覚えたポイントでした。恋愛というよりも、バトルシーンや修行シーン、友情のシーンにスポットを当てた方が少年漫画としてふさわしいのではないかと。ではなぜ描かれたのか。そこには何か意図があるのではないかと思ったわけです。その意図について結論から言うと、エイダの能力に関係しているのではないでしょうか。サラダとスミレといえば、エイダの全能の影響を受けず逆転していることを認識している二人です。なぜこの二人に全能が効かないのかという謎は未だ残されたままですが、この恋愛を色濃く描いている理由がここに繋がるのではないかということです。つまり、ボルトという大筒木に恋をしているからこそ、真術全能の影響を受けないのではないかと。ここまでは多くの方の脳裏によぎる考え方でしょう。サラダスミレの二人の共通点といえば、ボルトに恋をしているということくらいですからね。重要なのは、なぜ恋をしているから全能が効かないのかという観点ですよね。ボルトにおいて、愛という概念がテーマとなっています。本章のラスボス的存在ジュラもその概念に着目していて、このハマルが祭りにとどめを差し損ねたように、イノジンが自らの命を顧みずひまわりを救ったように、愛とは不具合であると同時に、サラダがボルトを持ったことで万華鏡車輪眼を開眼したように、ひまわりがイノジンの犠牲がきっかけでクラマの力を解放したように、愛というのは力にもなるものです。そして恋も愛の一種でしょう。つまりここから考えられるのは、恋や愛というものには、大筒木の支配をも退けうる力がある。愛する人のためならどんな困難にも立ち向かっていける。愛する人を周りがどれだけ疑おうが、愛があればその人を信じることができる。池本先生はボルトという漫画を通して、そんな愛の素晴らしさを伝えたいんじゃないでしょうか。さて今回鹿丸がですね、サイから大老がお呼びだと言われていました。果たして今後鹿丸はどうなってしまうのでしょうか。考えられるパターンとしては、一つ目に鹿丸8代目ほかげ失脚、二つ目に対応すべき事案が発生の二つです。まず前提として大老というのは日本の江戸幕府において将軍の補佐役を務めた最高権力者のこと。井伊直弼が有名でしょうか。大老なんて役職はナルトの世界観に合ってない。そう思ったかもですが、実は大老に似た役職、老中はナルトの世界でも存在していました。老中様の坊ちゃんの子守に隣町までのお使い、芋掘りの手伝いか。2巻9話、ヒルゼンが第7版に割り振る任務の詳細について伝える際、老中というワードが登場しています。ナルト時代に大老という役職は登場していませんが、その老中の設定をですね、しっかりと発展させたものなんですね。任界において将軍とはおそらく大名のこと。その補佐役の人物が大老ということになりますが、
もしかしたら大老はご意見番だったりするのかもしれませんね。そして鹿丸の現状を整理すると、4巻94話にて、木の葉の里の反逆者であるボルトの尋問中にボルトに逃げられてしまった。その事実に対し、大名まどか一休がご立腹。一休はご意見番の2人に対して、もしボルトを捕らえられないなら叱るべき者に責任を取ってもらうと伝えている。その流れで鹿丸が大老なる人物から話があると言われていますから、今回鹿丸に待ち受けているのは十中八九ボルトの件でしょう。もしボルトを捕まえられないのなら暫定8代目火影の座を降りることになるぞ、みたいな、そういう話が待ち受けているものと思います。でも鹿丸はボルトの正体に気がつき、ボルトの力になろうとして動いている数少ない人物です。鹿丸は8代目火影という自らの立場を守るためだけに、ボルトの身柄を差し出すような男ではありませんから、責任を甘んじて受け入れる可能性が高いでしょう。そして2つ目については、鹿丸の処遇を決めている最中に何らかの緊急事態が発生。例えば人真珠の襲撃はもちろん、コードの襲撃を受ける可能性が考えられます。コードは4巻95話にて、ジュラからボルトと家臣孤児を始末するよう指示を受けました。ジュラはその見返りとしてチャクラの実を渡すと言っているため、コードがボルトを狙って再び木の葉を襲撃することは十分に考えられます。一巻でコードが一度木の葉を襲った際、ボルトはすぐに姿を現しましたから、コードにとってもボルトの居場所を探し出すよりも、木の葉に奇襲をかけた方が手っ取り早いと認識しているでしょう。鹿丸の処遇や今後の展開についてまとめると、鹿丸の処遇について議論している際にコードが木の葉に現れる。そこでボルトが本格的に里を救い、民意も変わっていくという流れが考えられますね。コードはジュラの美獣玉の影響で右手を失っているため、ボルトであれば余裕で勝てるはず。さらにこの葉には今やボルト以上の力を身につけた可能性があるカワキもいるため、コードの単体襲撃であれば問題なく対処可能です。一方で、エイダを狙うマムシが同時に動き始めるとどうなるかわかりません。人事ではないぞエイダ。マムシが動く。ターゲットは君だ。前回104話にて、家臣孤児の口からマムシが動き出すことが言及されたので、マムシとコードの木の葉襲撃が被る可能性もありますね。エイダ食われそうやな。人真珠に食われる描写がないから、エイダがもしかして初の犠牲になるかもしれないよね。食われてほしくはないけど食われたらどうなるかはめちゃくちゃ気になる。私のチャンネルにこんなコメントも寄せられていますから、ちょっと不穏ですよね。今回クラマからひまわりの戦闘スタイルについて言及されましたが、一体どんな戦闘スタイルになると思いますか？結論から言うと、移住チャクラそのものを駆使した近接戦闘がメインになると思っています。その根拠は、クラマの修行内容、ヒューガの血筋、チャクラの化身、解放時の見た目です。まずクラマの修行について、今回105話のクラマとの修行では主に近接戦闘を軸に訓練しておりました。もし美獣チャクラをコントロールする修行であれば、ナルトで B が教えてくれたように憎しみを克服するとか、チャクラの腕で石を積むとかそういった修行内容になるはず。しかし今回クラマは近接戦闘を通してチャクラコントロールを教えようとしていましたね。つまりクラマやその他の美獣が行っているようにキュービチャクラをコントロールして身体能力を活性化させ爆発的なパワーを生むことがひまわりに合った戦闘スタイルにおいて重要なのではないでしょうか。二つ目はヒューガの血筋。ご存知の通りヒューガといえば銃剣を得意とする一族です。お前に流れる渦巻きとヒューガの血が手繰り寄せた運命なのか。3巻90話でひまわりの中にクラマが初めて登場した際、クラマはヒューガという血筋を強調しています。そして3つ目、チャクラの化身について。今回クラマの口からも、ひまわりは人ではあるが人中力ではなくクラマやジュラに近い存在と言及され、3巻91話でジュラにも我々美獣そのものにも近い存在と言及されています。つまりひまわりは美獣のようなチャクラの化身という状態になっているわけです。その証拠にひまわりはすでに美獣玉も操っていますが、完璧な人中力ナルトですら人型では美獣玉を放っていません。美獣玉のような高密度のチャクラは本来クラマモードなどの形態でなければ扱えないんですね。このことから美獣そのもののような状態にあるため、美獣のような戦闘スタイルがひまわりにとって相性がいいこともわかります。最後、解放時の見た目について、ひまわりが力を解放させた時、その見た目は獣のように、そして赤い血潮のハバネロのように変貌していますが、着目したいのは目元です。その目元はナルトのバリオンモードのような熊取が現れているんですよね。バリオンモードでナルトはシンプルな体術をメインに戦っていましたから、ここでも近接戦闘との共通点も読み取れます。以上の4点から、ひまわりは美獣チャクラをコントロールして爆発的に身体能力を高め、銃剣を基本とした近接戦闘をメインに、時折美獣玉も絡めて戦う戦闘スタイルとなるのではないでしょうか。
今回のラストでボルトからモモちゃんへ衝撃の提案がなされましたが、果たしてこの意図とは。ボルトの行動原理は人真珠の手から任界を救い、そして兄弟喧嘩にケリをつけてカワキと仲直りすること。ボルトはカワキの大つつきに対する姿勢を理解していますから、もしモモちゃんに体を渡すようなことになれば、カワキがそれを見逃すはずがないことを理解しているはずです。俺が暴走するようなことがあったら、その時は遠慮なく俺をやれ。4巻95話でボルトはカワキに対してこうも発言していますから、ボルトの行動原理から考えると、モモちゃんに体を明け渡す意図がわからないんですよね。果たして体を明け渡すことにどんな意図があるのか。考えられるパターンは1つ目に本当に体を明け渡す。2つ目に口車に乗せているだけとか、そういった浅いところまでしか考えられませんでした。ここはぜひ皆様のご意見を伺いたいですね。モモちゃんの行動原理は、ボルトの体を乗っ取ることですから、おそらくはボルトの提案に乗ってくるでしょう。では、モモちゃんの力を手にすることで、ボルトはどんな能力を獲得するのでしょうか。結論から言うと、上眼の覚醒、未来視、物体の刺激の3つだと思います。上眼はボルトの右目を指すワードですが、そのワード自体はアニメにて複数回登場しており、ボルト原作にて名称は登場していません。そして一巻の冒頭、カワキとの戦いにてボルトは右目を開眼させていましたが、未だ開眼せず、その開眼のタイミングが不明でしたが、モモちゃんの力と共に獲得するというのが綺麗な流れなのではないでしょうか。2つ目、未来史について、5巻収録の池本先生の Q&A にて、未来の断片を見る能力がモモ式の固有能力であると回答されました。全能の発動時のように、モモちゃんの見た未来の一部はすでにボルトに共有されていますから、一部ではなくモモちゃんが見た未来そのものを認識できるようになるという表現の方が近いかもしれません。あとは物体の刺激。モモちゃんは犬飼武の御事という真珠から犬のような頭をした物体で攻撃する能力や、溶岩のようなもので怪物を顕現させるなど、物体を生物のように刺激する能力をいくつか披露しています。これがモモちゃんの真術なのか、未来史のような固有能力なのか、それともリンネガンの道術なのかはわかりませんが、この能力を獲得する可能性もありますね。モモちゃんの手のひらにあるリンネガン、そこに宿る固有道術、高火結びの神もありえますが、個人的にはノーだと思っています。なぜなら高火結びの神は、リンネガンの固有道術であるため、リンネガンでも移植されない限りは発現することはないでしょう。いずれにせよモモちゃんの能力をボルトが獲得する場合、上眼を開眼させるのはほぼ間違いないと思います。上眼についての謎も少しずつ明かされ始めそうですね。という感じで考えてみましたが、あなたはどう思いますでしょうか。コメントを楽しみにしております。高評価、チャンネル登録もお忘れなく。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。